グラチャンネル。ははーん。こんな感じ、かな。ははー、ノア・ブラウン、よろしく。皆さんこんにちは。今回は、ノアちゃん解説編です。先日、神奈月空の参戦と同時に強化が入ったノアちゃん。ついにノアちゃんから、ノアちゃんの進化。大半のスキル時に巨大化するようになり、これにより、技の範囲が広がり、さらに地味にアーマーも付与されています。これはサイレント強化です。ただし、今回初の巨大化という大幅な強化なだけに、少し弱体化している技もあるので、そのあたりもご紹介していきます。通常攻撃間のディレイが減少されました。前回のアサギとは違い、攻撃スピードは据え置きで間隔が速くなりました。強化はありがたいのですがなぜディレイ？攻撃は確かに速くはなったものの、悲しいくらいまだ弱いです。せめてこっちにも巨大化があれば、謎に繊細な調整ですね。スキルキャロラインの王砲の外形及びエフェクトサイズが変更され、突進攻撃の攻撃範囲、以下略。つまり簡単に言えば巨大化が加わっています。巨大化分だけ範囲もでかいです。ちなみに記載のないサイレント強化ですが、巨大化系の技は全てアーマーが付与され、範囲以外も強化されてます。ただし攻撃力は据え置きです。スキルマンディの略奪の外形及びエフェクトサイズが変更され、攻撃範囲が増加されました。周りの弾が攻撃するので巨大化する意味あるのかなと思いますが、範囲増加やアーマー付与がさらに強化されています。しかしやっぱり棒立ちとチャージ時間が、スキルアマンダの遠離の外形及びエフェクトサイズが変更され、攻撃範囲及び移動距離が増加されました。チェーン技ですね。ただし、微妙にこの技が弱体化されています。それは最初の強化だったはずの、通常攻撃間のディレイが減少されました。がすごく邪魔で通常攻撃チェーンが、やたら難易度が上がっているように感じます。さらにありますが後に、スキルジュリエットの長小の攻撃間のディレイが減少し、外形及びエフェクトサイズが変更され、攻撃範囲が増加されました。なぜかこの見た目でスロット効果込みでもダウンがついてこない技です。そして、巨大化します。巨大化、いる？スキルロバートの報復の外形及びエフェクトサイズが変更され、打撃回数及び攻撃範囲が増加されました。実は一番変化した技です。前まではバックしてパンチ1発でしたが、弾が追加されて2段技になりました。さらに、敵がちゃんと吹っ飛ぶようになりました。以前までは敵が吹っ飛ばずにその場で、ゴロ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 シュールでした。ただし、これによりアマンダのチェーン技が繋がらなくなってしまいました。スキルチャージ時間も短く、ロバートだけはガチ技だと言えますね。スキルハーピーの夢影の外形及びエフェクトサイズが変更され、攻撃範囲、移動距離、攻撃最後の打撃回数が増加されました。サマソウ3連発です。これもあまり巨大化する意味ないですね。強化ポイントは最終弾後に地面から手が出て追撃してくれます。ソニックブームと使い分けましょう。では、もう一度軽くスキル説明です。ちなみに画面左上の見本はアップで前です。まずは空中技、なぜか全キャラ最長のチャージ16秒。次。ひたすら横に狭い対空様そうなのにチャージが17秒です。強くないのに長いです。次は、強くはないですが、まだマシな部類の技です。次。
ノアズカゾーンを展開します。これでチャージ18秒なんです。次。ノアの生命線です。チャージも10秒で使いやすい技ですね。この技だけなら S ランク。次。弾を叩きつけます。見た目に反してダウンすら取りません。悲しいね。次。カウンター技です。他のキャラに比べ強くはありませんが、ノアの技に比べれば強い部類です。ノアちゃん、泣けますね。次。強くない通常攻撃がマシになります。が、まだスキルをつけた方がいいです。次。強化されたチェーン技ですが前途の通り、ロバートや通常攻撃の相性で使いにくい技。他キャラみたいに瞬間移動なぜしないのか。最後に。おそらくロバート並みのメイン技ですが、なぜか81技からが本番です。いらないスキルばかりで81がメイン技。鬼畜すぎませんでしょうか？最後に実戦編です。今回は赤がメイン青2枚。SR だと火力が足りなかったので UR 武器で。それでは行ってみましょう。わかった。戦うよ。最初はなるべくロバート指導で。次にキャロラインを使った場合。キャロラインの動作が長いのでロバートのチャージ時間がたまります。ロバートの動作はじめにカウンターが発動すればラッキーです。強化されたとはいえ、本体が棒立ちの通常攻撃はなるべく控えたいです。スキルを軸に戦いましょう。アーマーがあるのは心強いです。好きあらばカウンターも。青サポートを2枚入れている理由が、カウンター技がそのままだと有効範囲が狭すぎたんです。ちなみに、ノアちゃんだけの特殊能力として、ステップが普通のキャラより1回多く、ステップ回数が3回できます。ステップ性能自体は微妙ですが3回ステップは魅力ですね。その分カウンターが成功しやすいです。ただ、そのカウンターが強くない。打ち上げる技ではなく、もっと束縛技やバフが欲しかったです。中ボス以上は打ち上がらないんです。悲しいね。さらにこのキャラの弱い極めつけが、この技。一緒に遊んでくれるよね。ルーの悪夢。肉体強化奥義です。確かに無双っぽい見た目なのですが、後ろには判定がなく、ほぼ歩けないステップもない、一撃が遅い。もしかすると総合火力では最強な可能性もひょっとすればありますが、やはり画面全体攻撃の方が便利でしょう。肉体強化系こそ奥義ゲージ使用武器が気軽にゲットできるのが欲しいです。奥義くらいはせめて普通に。いかがだったでしょう？回復技スロットも多い、ステップ回数も多く、ロバートも優秀で、アーマーもある。書いてあることだけは強いです。ただしキャラがひたすら弱いです。可愛さだけなら最強なんですが、別に強くはないスキルのチャージ時間が長すぎて使い物にならないんです。提案なのですが、吸血ゲージを追加して溜まれば吸血鬼覚醒インファイトモードとか、カウンターで剣族召喚2体目とか、リンコのような感じでロバート2連発動武器とか、何かしらのでかい調整が欲しいです。万に一つ、もし運営様が見ていらしたら、参考にしてもらえたら幸いです。でかい調整でなくても、スキルチャージ時間だけでも短くしてほしいです。なぜトリプルサマソーが17秒とリンコの優勢群より長いのか。ほとんどの技が10秒前後でいい気もします。アリーナでは最強のエミリー様に唯一、有利属性のノアちゃんなので、もっと活躍できるといいですね。よろしく。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。
良ければチャンネル登録高評価よろしくね。では。